今日はとても簡単な作り方のカーディガンを作っていきます。すっきりとした形で胸元が綺麗に見えます。作り方はとても簡単です。細長い長方形を2枚作って、それを半分に折って中央を縫います。これが背中になります。あとは下を縫ってカーディガンの形になります。とても簡単です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソルフィム。カラーナンバーは1番。材質はアクリル。使用界隈の目安は4から5。35g で105メートル。これはアクリルの糸なんですが、コットンで作っても可愛いと思います。針は8号を使います。あとはマーカーととし針。これは少し前に作ったプルオーバーです。同じ作り方で編んでいます。長方形を2枚作って、肩の部分で折り曲げて、で縫い合わせています。これは大きなサイズで作っています。だいたい私の場合は着てみると、ここがおへそぐらい。ちょっとゆったりとしたシルエットになっています。こっちの方がリラックスできると思います。今回はこの長さを少し短くして、だいたい80センチ。なのでこれよりも少し短くなります。これは95センチでおへそぐらい。これがお好みの場合は、これから作る長方形を95センチぐらいにします。今回私は少し短めで80センチで作っていきます。これはお好みで好きなサイズで大丈夫です。まず長方形を作ります。この最初の鎖の数について、私は今回鎖を109編んでだいたい80センチ。これぐらいの長さにします。サイズの変更や違う糸で編む場合には6の倍数プラス1で調節します。鎖編みをします。最初の糸端を少し長めに残しておきます。途中からスタートします。この時あれば少し太いかぎ針を使います。なければ細い方でゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。1段目は細編みをしていきます。針を細い方に変えます。細編みをしていきます。鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。次も、次も、このまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。次は2段目、鎖1つ、裏返して鎖の根元に細編み、普通の細編み、鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目、長編み、1、2、3、鎖2つ、1、2、同じところに長編み、
鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、これで細編み、鎖1つ、長編み、鎖2つ、長編み、鎖1つで細編み、これを繰り返していきます。鎖1つ、1、2、3、鎖1、2、同じところに長編み、鎖1つ、足元1、2、3、細編み、また同じ1、2、長編み、鎖1、2、3、1、2、鎖1つと足元1、2、3、2本の糸の下細編みをします。これが2段目。次は3段目。鎖3つ、1、2、3、裏返して下のこの三角、ここにかぎ針を入れて長編み、三角、長編み、鎖1つ、同じところに長編み、鎖1つで長編み、長編み3つと鎖、これを繰り返していきます。で、細編みには長編み1つ、また三角に長編み、1、鎖1つ、2、鎖1つ、3、次は鎖を編まないで細編みの上長編み1つ、これを繰り返していきます。三角に長編み、すぐ細編みに長編みで、また三角に長編み、で最後はこの細編みに長編み1つ、2本の糸の下、これが3段目。次は4段目。鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。この下の長編みの長編みと長編みの間、ここに長編み、これで四角ができました。次も四角、鎖1つ、次の長編みと長編みの間、これで四角ができました。鎖1つで長編みの上、これを繰り返していきます。
最後も四角を作ります。まず鎖1つ、下の鎖の1、2、3、ここに長編み、上が2本、下は1本、長編み、これで端まで四角ができました。次は鎖1つ、裏返します。細編みをしていきます。鎖の根元に細編み、次は四角の中、ここに針を入れて細編み、次は長編みの上、四角の中、長編み、四角の中、これで端まで編んでいきます。端まできました。端の四角にも細編みをします。最後は鎖の1、2、3、ここに細編み、これで端まで四角ができました。次はこの部分、これをずっと繰り返していきます。この部分を編んでいきます。鎖1つ、裏返します。根元に細編み、鎖1つ、足元1、2、3、長編み、鎖1、2で同じところ、鎖1、2、3、これで下と揃いました。これを繰り返していきます。このセットでずっと編んでいきます。長方形を2枚作りました。長さは少し伸ばして測って、だいたい22センチ。模様の数を数えると、1、2、3、4、5。最後は細編みで終わっています。糸端は最後は80センチぐらい残して切っています。次は袖を作ります。袖はこんな感じでシンプルに作っていきます。この幅で同じように模様編みをしていきます。今この向きに編んできました。こっちはこれから編んでいこう。この向きに編んできました。で、マーカーをつけてその範囲で編んでいきます。マーカーをつけます。半分に折ります。模様の数を数えて真ん中を折ります。ここが肩のライン。ここから約20センチ。20センチの位置にマーカーをつけます。で、模様の数を数えて確認します。裾から1、2、3、4。肩から1、2、3、4、5。この位置にマーカーをつけました。向こうも同じ。で、このマーカーとマーカーの間を同じように編んでいきます。同じ模様で編んでいきます。で、同じ模様で編みたいので、次は裏からスタートします。今表で、次は裏から。裏のマーカーのところから続けて編んでいきます。次はこの部分、マーカーのところからスタートします。新しい糸、同じところからスタートします。鎖1つ、
細編み、ここを編んでいきます。鎖1つ、足元1、2、3、鎖2つ、同じところ鎖1つ、1、2、3、ここと同じになりました。このまま次のマーカーのところ、ここまで続けます。このマーカーのところに細編み、次は鎖3つで、この部分を編みます。端まで来たらマーカーのところに長編み1つ、これを繰り返してこんな感じに作ります。最後は細編み、これで終わりです。両方の袖が出来上がりました。次は背中を縫い合わせていきます。今表が上の状態、ここが最初の鎖、この向きに編んできました。こっちもここが最初の鎖、この向きに編んできました。この最初の鎖と鎖を合わせて、で裾からマーカーのところまで縫っていきます。このマーカーをつけます。で表を上にして半分に折って、でこの長さはだいたい8センチから10センチ、8センチから10センチぐらいで大丈夫です。私はだいたい9センチにしました。模様を見ると、この模様が2つと半分、この位置にマーカーをつけました。でこっちも同じ。次は裾から縫い合わせていきます。で残していた糸端を使います。今表が上の状態、角から縫っていきます。で今手前から糸が出ています。向こうの角はこの細編み、このまま向こうで2本の糸の下、もう一度手前の角2本の糸の下、向こうは同じところ、これでつながりました。次は1つ目と2つ目の間に針を入れます。次も2つ目と3つ目の間、次もで、上から見ると2本見えるうちのこっち側に針を入れます。で向こうはこの1つ目と2つ目の間、1つ目はこの2本糸があって、この間に針を入れて、次は2つ目、次はここで、これで順番に縫い合わせていきます。今向こうに糸があります。このまま次は手前、この1つ目と2つ目の間、向こうの1つ目と2つ目の間、ここは細くなっています。これでつながりました。また手前、で向こうは2本あるうちのこっち側、でまた手前、
このままずれないようにマーカーのところまで縫い合わせていきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところは2回しっかりと縫います。で、あとはこれを裏に出します。で、裏でほどけないように留めます。次は脇を縫い合わせます。次は脇を縫います。背中を縫い合わせた時と同じです。今表が上になっています。で、角と角残していた糸端を使います。なかったら新しい糸を持ってきます。今向こうから糸が出ています。手前のこの角の細編み、手前から2本の糸の下、向こうはこの糸端の出ているところ、2本の糸の下で、もう一度手前、向こうも2本の糸の下、これでつながりました。次からこの1つ目と2つ目の間に針を入れて同じように縫っていきます。これを続けて袖の付け根まで縫っていきます。袖の付け根まで来ました。ここで針を裏に出します。この角になるところ、ここに2回ぐらいしっかりとさせます。次から袖、まずここに細編みがあります。ここに針を入れて、向こうも細編みのところ、で、次はこの鎖3つと長編み1つ2回ぐらい縫います。で、次は四角のこの鎖3つと長編み1つ、まずここら辺、次は細編み、最後はこの細編みの2本の糸の下、この端の細編み、向こうも端の細編みの2本の糸の下、これでつながりました。あとは裏で隠します。向こうも同じように縫い合わせます。両方の脇を縫い合わせました。今こんな形になっています。次はこの部分、上下を逆にします。で、この角からスタートします。
この角には細編み、この細編みの2本の糸の下、糸を出して鎖1つ、細編み、次も細編み、この細編みの端、次はこの細編み、細編みに細編み1つ、次はこの鎖、ここに細編み2つ、まず1つ目、2つ目、ここにも細編み2つ、1つ目、2つ目、次は細編み、細編みの端、次はここに細編み1つ、また2つ2つと編んでいきます。で、細編みには1つ、ここにも細編み1つ、このまま編んでいきます。で、この細編みに細編み1つ、ここにも細編み1つ、で細編みに1つと編んで1周します。端まで来ました。最後はこの細編みの2本の糸の下、ここにも細編みをします。次は2段目、鎖1つ、裏返します。今度はこの向きに編んでいきます。根元に細編み、次も次も、このまま一つに一つの細編みをしていきます。で、端まで編んでいきます。端まで編んだら鎖1つで、また裏返して細編みをしていきます。全部で細編み3段編みます。細編みを全部で3段、次は模様編み、この部分から編んでいきます。まず鎖1つ、裏返します。裏から編んでいきます。細編み、鎖、1、2、3、今までと同じです。1、2で、このまま今までと同じように端まで編んでいきます。最後が細編みになるように途中で調節して編んでいきます。模様を数えて1、2、3、4、4つ編んできました。最後は細編みになっています。長さはだいたい18センチ。これぐらいの長さで終わりにします。お好みでもっと編んでも大丈夫です。最後にこの部分の縁を編んでいきます。ここは裾で、この角から首の方で戻ってきます。で、今表が上になっています。角から始めます。この角の細編みの横の部分、鎖1つと細編み、次は鎖1つ、1、次のこの長編み、ここに細編み1つ、これで細編み、鎖1つ、細編み、次は鎖2つ、1、2、次のこの長編み、細編み、ここは鎖2つ、次は細編み、ここには鎖1つで細編み、この細編みの次は鎖1つ、長編みの時は鎖2つ、
これで編んでいきます。ここは鎖1つ、2つ、1つ、次また細編みなので鎖1つ、細編みに細編み、次は長編み、鎖2つ、で鎖2つで長編み、次は細編み、鎖1つ、また細編みなので鎖1つ、で次は長編み、鎖2つ、細編み3段のところまで来ました。ここはそれぞれ細編み1つ、1、2、3、次はずっと細編みだけ、細編みの上に細編みをしていきます。一つの細編みに一つずつ細編みをしていきます。このままこの首のこの部分まで編んでいきます。この手前まで、首の後ろの V になっているところまで来ました。ここは背中を縫い合わせたところ。ここではこの縫い合わせた糸の両隣、ここから糸を出します。次はここ、これを一度に引き抜きます。次からまた一つずつ、こんな感じになります。でまた一つずつ細編みをして、ここまで来たらこっちも細編みの上は細編み一つ、細編みの後は鎖一つ、長編みのところは鎖二つ、これで端まで編んでいきます。ここでまた端に細編み一つで糸を切ります。端まで来ました。これが最後の細編み、鎖一つを編むようにして糸を切ります。これをとじ針で隠します。なるべく目立たないように隠します。これで出来上がりました。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。着る時にはこんな感じです。それも可愛くできています。すっきりとしています。サイズは上から下まで54センチ、横幅42センチ、袖は4センチの19センチ、重さは 190g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。